グテンターキヒピンコー、どうもこうです。本日は一時帰国などにおすすめの eSIM の話をしたいと思います。このフォーマットで最近動画撮ってなかったのでちょっと緊張するんですけど、 eSIM の紹介になります。eSIM って何かっていうところからまずお話しするんですけど、皆さん耳なじみがあるのが SIM カードだと思うんですね。 SIM カードっていうのは、iPhone などの横の部分にチップを入れることでネットが通じるようになるっていうサービスだと思うんですけど、今回紹介する eSIM っていうのがそういったカードを一切使うことなくアプリをダウンロードするだけで使えるようになるっていうのが eSIM です。この eSIM なんですけど、今回紹介したいのがユビギ、読み方合ってるのかな、多分いろんな人と話してもユビギって言ってるんで合ってると思うんですけど、ユビギっていうアプリになります。僕の最近の YouTube の動画を見て、思ったと思うんですけど、日本に行ったりだとかメキシコに行ったりしてたんですけども、その際もユビギのアプリ一択で、問題なく使えたという感じです。このユビギ何がいいかって言いますと、まず値段ですね。全然高くないなぁと感じます。特に友達の招待コードみたいなのを使うとかなり、割引されて、安く使えるんで、今回僕の招待コードもね概要欄に貼っといたので、これから日本に帰る方や海外に行く際に海外用の SIM がないとかグローバル SIM みたいなのがないよっていう方は僕みたいにこの eSIM ユビギを使ってみてください。僕のユビギを使った体感としましては、ネットもねかなりサクサクです。特に日本ですね。日本で一時帰国した際にユビギ活用してたんですけど、全然遅延も感じられなくって、僕は特に東京にいたっていうのはあるのかもしれないですけど、かなり使いやすかったです。正直僕が日本で使っていた、他社のメーカーさん、もちろん今比較できないんですけど、質が向上してたりとかすると思うんで一概に比較はできないんですけど、当時僕が日々使っていたメーカーさんのネットワーク環境よりもユビギの方がサクサクしてるような印象を受けています。よかったらね、もしユビギ使った方で、同じような感想を抱いてる人、もしくは、私は東京じゃなくて別の地域で使って意外と早くなくて困りましたとか、その地域ごとのつながりやすさみたいなところも聞きたいのでコメントくださいっていう感じなんですけど、少なくとも東京は、僕が行った渋谷とか新宿近辺はもうユビギで全然問題ないなという感じでした。ユビギで僕それこそメキシコも1ギガか3ギガか忘れたんですけど、なんか決まったギガ数のメキシコ用のが登録1個だけあるんですけど、それを登録して生活していて、全部ちょうど使い切ったかなという感じです。でメキシコに関しても、全然ネットワークがサクサクしていて、特に、僕位置関係とかなんか地理情報が全然頭に入ってないんですね。だから友達とどこどこ合流ねとか言って、離れてでその場所を探そうってなった時にWi-Fi があるところで Google マップを調べて、その後行こうとしてもちょっとどこだっけってなるんですけど、そこでね Google マップをユビギでつないで、ユビギというか、Wi-Fi ではないネットワークですね、回線でユビギの回線で、調べた時に、問題なくつながって、そこにあるんだっていう感じでした。なのでもし海外のいろんなところに行く際もユビギはかなり活用できるのかなと思います。僕も最近日本からドイツに来てた友人先輩とかと話していても、ドイツにおいてももし一旦こっちに来るだけだったらユビギめっちゃ便利だったわっていう話をしてましたし、値段的にも安いよねっていう感じだったので、これから日本からドイツに来る人で、長期期間滞在とかなってくると、意外とうまみないのかなっていう感じもしなくもないので、そういった時は例のことか RD トークとか、その辺のメーカーさん契約しちゃって、使う時だけ支払うというプリペイド方式で過ごせばいいかなと思うんですけど、一時帰国の短期期間滞在とかだったらこの eSIM、 特にユビギを僕はお勧めしたいかなと思っています。その他なんかお話しするところで言うと、そうだ、ユビギいいよねっていう話を日本に帰った時に
たまたまエンジニアの友達にしたら、共感してもらって、でその人が話してたのが、エンジニアってよく自分が作ったアプリの、接続確認とかってやるんですよ。でそんな時に Wi-Fi 回線なのか、そういった別の回線なのかでつながりやすさとか不具合起きないかとかっていう検証を実機って呼ばれるその実際のデバイスで行うことがあるんですけど、その人は、モバイルアプリのエンジニアで、この指ギをそういった理由で使ってるって言ってました。検証用のデバイスで、何かこううまく動くのかとか確かめるときに、どっかのキャリアさんに契約して、もしくはチップを入れ替えてっていう作業がめちゃくちゃめんどくさいと思うんですけど、この指ギを活用すれば、クレジットカード決済なので、法人の税とかそのあたり申請書書きやすいですよね。請求書とかもしっかり発行してくれる感じなので、そういう検証用デバイスの、キャリア契約をしない方法として eSIM 指ギを活用しているっていう話を聞きました。へえ、面白いと思ったんですけど、そんな感じで各所でかなり活躍しているのがこの指ギなので、ぜひ皆さんももし日本に一時帰国してマハモとかいろいろね、楽天とかのSIM とかあると思うんですけど、そういうところに契約はしてなくてチップとかも手元にないよとかいう人であれば、この eSIM をぜひ活用ください。1個懸念点としては、僕外国から日本に来る友達がいたので、何 SIM 使ったらいいって聞かれたんで、この指ギおすすめしたんですけど、彼のスマホどっちなんだろうな、Android だったのかなが対応してなかったみたいで、無事使えずっていう話を聞きました。で、僕自身今のところ使えないっていう人はその友達ぐらいだったんで、ケースバイケースかなと思ってて、実際アプリ入れて購入して利用するところまで行く人はいいんですけど、途中でエラーとかなっちゃったりとか対応機種じゃないよとかなった場合はちょっと別の方法を独自で調べてみてください。その際の代替案みたいなのは今のところ僕が使えないっていうケースに遭遇してないので正直わからないんですけど、よかったら指ギ使えなかった人でこれ代わりに使ってますとかいうことがあれば、引き続きねコメント欄とかで共有してもらえたら嬉しいかなと思います。そんなところですね。今回は指ギの話をしました。 eSIM ですね。eSIM の話はこの辺にして、最後はちょっとお試しで最近の出来事みたいなのを共有する時間にしたいんですけど、最近ドイツは寒くなってきました。もう冬服で見ての通り長袖を着ないととても寒いです。ちなみにこれはルディットっていう僕のお気に入りのブランドの服なんですけど、ですと。で、今見えてるか分かんないんですけど、僕の昔動画でも紹介した通り、暖炉も最近復活して木をね燃やすのが、僕の、冬の楽しみというか生きがいになってきております。昔ね焼きマシュマロとかいろいろやってみたみたいな動画出したんですけど、無事伸びずあんまり需要がないのかなということで暖炉系の動画はもうあんまり出す気はないんですけど、そんな感じで暖炉も、最近解禁してきています。皆さんは、日本とかね、だんだん秋とか冬になってきてるって話も、友達から聞くんですけど、僕の周りでも結構風邪ひいたりとかねしてる人もいますし、インフルエンザ流行ってる場合なのかな、ちょっと前に流行ってたのかな、指導してる学生さんが、インフルエンザになったりとかしているっていう話を聞いてるので、皆さん体調には気をつけて過ごしてください。僕の方も暖炉などを活用して、部屋をね暖かくしていきたいなと思ってます。改めまして本日の動画は eSIM の話でした。この動画が良かった方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。では次の動画でまた会いましょう。さようなら。